ネパール人の多くは外国に行ってお金を稼ぐことを夢見ています。家庭内が平和でないのはお金がないから。そんな風に思っているネパール人も少なくなく、外国に行きさえすればお金を稼げて幸せな暮らしができるようになると信じて出稼ぎに出かけています。そんなネパール人の仰天出稼ぎ事情の実態とは。ナマステエブリバディ、ガイさん is here。今回の動画でもですね、海外で暮らすネパール人の生活やネパールに残された家族たちの生活について、ネパール人の海外出稼ぎ事情を詳しく深掘っていきたいと思います。嘘か誠か驚くべき内容もたくさん含まれていますので、ぜひ最後までご覧ください。コンビニ、インドネパールカレー屋さん、会社などで出会うネパール人への見方が少し変わるかもしれません。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してくれると幸いです。また公式 LINE の方も作っていまして、そちらではそこでしか手に入らないネパール情報を発信していますので、ぜひ登録をよろしくお願いいたします。では早速内容に入っていきましょう。前回こちらの動画では日本での留学や出稼ぎに来たネパール人のことについてお話ししていきました。日本はネパール人にとって大人気の渡航先でしたね。特に留学先として日本はヨーロッパなどに比べると留学費用が安いことや、学生の間もアルバイトで収入を得ることが許可されていること、将来の就労を見据えて将来的に配偶者や子供を呼び寄せて住むことができる可能性が開けていることなどからもとても人気でしたね。また、コックとして在日したネパール人が自分のレストランを持つようになり、親戚や知人を従業員として呼び寄せることも日本へのネパール人の出稼ぎを後押ししています。渡航費用や渡航仲介人に支払う費用はネパール人にとって決して安いものではなく、多くの人は借金をして日本に来ます。日本に来てからも言語や文化の壁、思うように就職できないこと、家族を残して単身外国に住む寂しさなど、たくさんの苦労があることも事実でしたね。そんな状況であっても日本に来られた時点でそのネパール人たちはとても幸福な状態にあるんです。日本や韓国、オーストラリアやヨーロッパなど、いわゆる先進国に旅立つ人は空港まで家族にお見送りに来てもらい、祝福されて出かけていきます。成功者として大きな期待を受けて出かけていくのです。それに対して中東やマレーシアなど安い費用の出稼ぎ先に行く人たちの多くは見送りもなくひっそりと旅立っていくことも多いそうです。こうした国々は仲介手数料と渡航費が20万円から35万円程度と、日本先進国と比べると格安です。中にはビザ代や渡航費無料で募集している職場もあります。そういうこともあって貧しい人やまだ学力が足りていない人などもですね、小さい土地を売ってお金にしたり借金をしてそういった出稼ぎ場所に行くっていうこともあるんですね。しかしその出稼ぎ事情は私たち日本人の想像を絶するものです。今回は日本ではない国、そして特には費用が安めの渡航先出稼ぎ事情についてお話ししていきたいと思います。結構心が痛くなる内容も含まれているんですけども、これが実態であるということを皆さんに知ってもらった上で、どんどん皆さんにはネパールに関わっていただきたいなと思います。まず、ビザがなくても行き来のできるインドを除き、ネパール人の出稼ぎ先として多いベスト3はマレーシア、カタール、サウジアラビアです。こうした国々は先進国へ行くのと比べ物にならないくらい少額の費用で出かけることができ、しかも試験等はなくヘルスチェックに受かれば行くことができるので、貧しかったり十分な教育を受けられなかったりした人たちに人気の出稼ぎ先になっています。しかしそうやって海外に出ていく方々にですね、少し質問をしただけでも私たち日本人にとっては驚くべきことがたくさんあるんですね。月給にしてたった数万円を稼ぐために日夜問わず働き、休みも週に1日あるかどうか、中には1日17時間勤務なんて人もいます。どんな条件でどんな仕事をすることになるかは仲介業者次第、自分で働き先を選ぶことはできず、実際にその国に行ってみるまで分かりません。大抵は2年契約で途中やむにやまれぬ事情があった時に一時帰国の許可が下りるかどうかも会社次第、親の死に目に会えないことということも普通にあり得ます。仕事内容も様々、厳しい労働や危険な労働を強いられることも多く、命に関わることすらあります。実際に私の知っているネパール人の女性の旦那さんが出稼ぎに行っているんですけども、その人の状況を聞いたところ、暑い現場や高いところでの建設作業、海の中での船の修理作業、夜勤のセキュリティガードなど、大抵は過酷な勤務となっています。
こうした危険な勤務による事故や心身のストレスから来る突然死など、毎日のようにカトマンズの空港にはご遺体が帰ってくるそうです。悲しいことにネパールの海外出稼ぎ労働者の1年間の死者数はおよそ1000人と言われています。実際にある国で海での船の修理を行う会社に出稼ぎをしていた男性がいます。彼の仲間の多くが海で命を失いました。潜水しての作業中に酸素ボンベの酸素がなくなり、窒息して亡くなってしまうのです。この事実を知った彼はこっそり隠れて船の一番下まで潜らないようにして生き延びていました。そしてこのままでは自分も死んでしまうと逃亡を決意。職場から逃げて不法滞在をすることになりました。幸いと言いますか、後に彼はいい雇用者を見つけてビザを再申請することができ、無事に出稼ぎを終えてネパールに帰ってくることができました。このようにあまりにもひどい雇用環境から逃げ出し不法滞在となった場合、この不法滞在者は国に見つかった時点で強制帰還なんですね。そのためネパールへの電話、いわゆる家族への電話などをするとすぐに見つかってしまうわけですよ。しかしその仕事現場から逃げたということはですね、その会社からしてみれば、あれ従業員がいなくなったなって会社側も不安、心配になるわけじゃないですか。そのためその逃げた方の家族に電話が行くわけですよ。すると家族は急にいなくなってしまったの、私の子供の安否確認はどうなの、不安になりますよね。そのような家族の心持ち、心境を分かっていたとしても連絡ができない、逃げ続けなければならないという実態があるんです。もちろん命の危険性だけではありません。男性の出稼ぎ労働者が多いとはいえ、最近では女性の出稼ぎ労働者も少なくありません。女性の出稼ぎ先で多いのが住み込みの家事労働。問題となるのがもちろん性被害や虐待です。声を上げている女性たちもいますが、声を上げられない女性たちも多くいることでしょう。借金をしてどうにか家族を貧困から救うために出稼ぎに行っても、心や体が傷つき悲惨な思いをする人、家族が後を絶ちません。それでも雇用が少ないネパール国内に残るよりはと、多くの人が海外を目指し、中には繰り返し出稼ぎに行く人もいるんです。本当にこうやって動画を今作っていて、お話をしているだけでも本当に心が締め付けられる思いですね。難しいですよね。きっとこういう環境に飛び込まなきゃいけない人たちってやっぱり他と比較ができないんですよね。出稼ぎに出れて初めての場所って、これが普通なんだってきっと錯覚しちゃうと思うんですよ。だって他との例が比べることができないから。例えば日本に出稼ぎをして、その後マレーシアとかに出稼ぎをして、あれ労働環境全然違うじゃん、これはダメでしょって気づいて、これで比較ができればね、主張をしたり国に帰ることを選べるとは思うんですけども、もう最初から初めてそういった国に行ってしまって労働環境が悪い場合とかはですね、せっかく出たんだからとか、親の期待に応えなきゃとかっていう思いから、どんだけ過酷な場所であっても頑張ってしまう方々がいるんじゃないのかなって思います。本当に辛いですね。こういうことがないようにもですね、私はもう本当少しずつなんですけども、ネパール人の方々に安全な雇用先というか仕事ができるチャンスをですね与えるような取り組みをしています。ぜひこの動画を見ている経営者の方とかですね、会社を持っている方いましたらですね、ネパール人の方々と一緒に何かできないかっていうことを模索できたら嬉しいです。はい、話は戻りまして、仰天海外出稼ぎ事情なんですけども、こちらは貧しい人々だけではなくてですね、裕福な家庭の人たちにも危険を冒して頑張る方々がいるんです。アメリカはネパール人にとって遠い憧れの国です。しかし、たとえアメリカに家族がいるとしても、旅行ですらネパールの若者には許されません。なぜなら、不法滞在して就労するだろうと疑われてしまっているため、簡単にはビザが出ないんですね。50歳とか60歳とか、年を取った人にしか旅行のためのビザですら下りないことがあります。そのため驚くべき方法をとってアメリカに移住する方々の例があります。私自身こんなの本当に都市伝説だろうと思ったんですけども、実際にこの方法を使って親戚がビザを取ったよっていうやり方、お話を聞いたことがあるんで、それについてご紹介したいと思います。その方法とはつまり違法入国です。まずは仲介業者に400万とか500万という大金を支払います。それからおおよそ6ヶ月間をかけていろいろな国を経由してアメリカを目指していきます。ジャングルを抜けたり、船旅をしたり、
その間、家族には一切消息がわかりません。密航ですから旅の途中で命を落としてもどこで何があったのかすら家族は知ることができません。長く過酷な違法な旅を終え、運よくアメリカに到着できたら、あえてアメリカ警察に捕まります。数ヶ月間投獄され、罰金の支払いを要求されます。そうなって初めてネパールの家族に連絡を取り、罰金支払い用のお金を送ってもらいます。そして釈放される時にアメリカでの滞在を許可されるビザが下りるのだそうです。大金を払うことのできる裕福な若者がこんな命がけのギャンブルのようなとこをするなんて、いかにアメリカでは夢が広がっており強い思いを抱いているのかっていうのが伝わってきます。命がけのギャンブルはアメリカ行きだけではありません。少し話は変わるんですけども、ネパールで人気の職業の一つは軍隊に入ることなんです。軍隊は退職後も年金が出るのが大きな魅力の一つです。しかしその中でも人気なのがサンティセナ。サンティは平和、セナは兵という意味で、訳すならば平和の兵、つまり平和を作るための兵なのですが、その実際その任務は戦争に行くことです。危険な任務で選抜に合格しなければ行くことができません。そしてこの任務に就く人はたとえ任務中に死んだとしても依存ありませんと誓約することが求められています。どうしてそんな危険な任務が人気なのでしょうか。まずはもちろんお金です。1年間のその任務中の給料は破格で、普段の数倍もの月収を得られることになります。またこの任務に就けば子供1人を無料で12年生まで教育を受けさせてあげることができるみたいなんです。もしも自分が任務中に命を落とすことがあれば、家族を養ってもらえることを保証され、さらに家族のうちの誰か1人が自分の代わりに試験なしで軍隊に入る資格を得られるそうです。生きて帰ってこられれば儲けもの。国のためとか崇高な大使のためとかではなく、ただただ家族のため命を懸けて戦争に行ってしまうのです。以前こちらの動画でネパール最強の戦士グルカ兵について取り上げました。こちらではとてもかっこいい部分であったり、いかに勇敢な方々であるのか、そして、お金の部分についてもたくさん触れています。もしも気になる方はぜひこちらをご覧ください。さて今回の動画では日本以外の国へ出稼ぎに行くネパール人について詳しく深掘ってきました。今回の内容を簡単に振り返ってみましょう。お金に余裕がないネパール人が行く中東やマレーシアなどの出稼ぎでは、月にたった数万円だけ稼ぐためだけに劣悪な労働環境にいさせられたり、長時間の肉体労働などを強いられることもあります。事故や病気と隣り合わせで健全な若者が突然死をしてしまうなんていう例も少なくありません。もしも幸運なことに安全な職場を提供されたとしても、家族と連絡を取り合うのはビデオ通話のみ。何年間もネパールに帰ることができなく、ビデオ越しでしか会話をすることができない。さらには奥さんが妊娠中に出稼ぎが決まり、海外へ出て行ってしまう旦那さんがたくさんいます。そのため電話越しでしか子供の顔を見たことがないというお父さん方もたくさんいるんですね。また最初から命がけと分かっていながらも違法な渡航を繰り返してみたり、軍隊に入ってサンティセナ、平和の兵として戦争に行ってしまったり、文字通りお金を稼ぐために、また家族を救うために命がけで働いているたくさんのネパール人がこの世の中にはいるんです。ネパールの雇用不足の深刻さが伺えますね。旦那さんが海外へ出稼ぎに行っている間、ネパールに残された奥さん方は何をしているのでしょうか。また次回以降、ネパールに取り残される奥様たちは何をしているかについてご紹介できたらなと思います。今後も皆さんにもっともっとネパールについて知っていただくためにたくさんの動画を作っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方で応援してくれると嬉しいです。皆さんは海外へ行きたい、海外で働いてみたいと思ったことはありますか？また、もし思ったことがなければなぜ日本で働きたいのでしょうか？コメント欄で教えてください。最後にはなりますが、ガイさん公式 LINE も作りました。そちらでは公式 LINE でしか手に入らないネパール情報も発信していますので、ぜひ登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Please subscribe our channel and press like also. Share our video also.